皆さんこんにちは、みさとです。ここは九州福岡県の博多駅です。 JR 九州の新幹線も荷物輸送のサービスがあるのですね。訪れた頃はちょうど博多祇園山笠の時期でも、今回は博多観光が目的ではありません。新幹線に乗ります。この新幹線に乗るのが目的です。博多駅混んでいましたが、こちらの光広場の方が比較的空いていたので、光広場の改札へ行ってみます。先ほどの新幹線中央口では緑の券売機に長蛇の列でしたが、光広場の緑の券売機はご覧の通りでした。そして今回もウエスターポイント全線フリー切符を利用です。指定券を発行したのはこだま948号。この後博多を9時49分に出て、所要時間3時間ちょっとで岡山まで行くこだま号です。この列車がこの日は500系新幹線で運転されていました。500系新幹線は1997年にデビューして、それ以来一部ののぞみ号で使われ、山陽新幹線では時速300キロ運転を日本で初めて行い、一番速い新幹線として活躍していました。デビューから29年、500系は現役としては一番古い新幹線になっており、来年の1月で定期運転の列車から引退と JR 西日本から発表がありました。ということで最後に乗っておこうかなと博多まで来ました。本当は6月の開放をなくしてキャンセルになった旅、阪急フェリーで九州に行った後、帰りに博多から新大阪までのこだま号で乗車する予定でした。今回も同じこだま号に乗るつもりでしたが、この日もそのこだま号は500系ではなかったので、今回の岡山行きこだま948号にしました。こうしてこだま948号が入線。車内を見るとすでにお客さんが乗っています。博多南線の列車からそのまま岡山行きこだま号として運転されるようです。博多南線のお客さんが下車されるのを待って乗車開始です。こうして見ると車体が飛行機みたいに丸くなっているのがわかります。今回乗車したのは6号車。山陽新幹線でよく見られる横4列の椅子ですが、この500系の6号車は元グリーン車のシートをほぼそのまま使っています。時間になり博多駅を発車。発車時の500系の音を聞いてみましょう。懐かしい GTO3VF インバーターという制御方式で、近鉄電車の初期の一般車インバーター車でもよく聞くブイーンブイーンブイーンと割とうるさい音が鳴っています。編成によっては新しいインバーターに交換された編成もあるそうです。ちょっとマニアックな話でした。500系こだま号の車内を回ってみましょう。幸い車内は空いています。5号車は指定席です。元グリーン車ではありませんが、横4列のシートで、こちらもゆったりした座席です。4号車も5号車と同じ横4列の指定席。この先の3号車から1号車は自由席です。新幹線でよく見かける横5列のシートです。500系のデビュー当時そのままのシートのはずです。こちらは喫煙ルーム。現在は使われていません。2号車を通り抜けまして洗面所。ここもデビューから変わっていないのでしょう。そして最後尾の1号車。同じく横5列のシートが並びます。1号車の端に来ると4列シートになって荷物置きがあります。そして他の新幹線ではこの先にデッキがあるのが500系にはありません。これは先頭が大きくくさび型に尖って客室まで天井が低く影響があるから。トンネルに入った時にトンネル出口で発生する衝撃音を緩和するために
風気抵抗を少しでも減らす構造でこうなっています。沿線の騒音問題になりますからね。おかげで天井もここからガクッと傾いています。先頭部に向かって下がる天井。おかげで網棚も小さく荷物が置けないので、座席を1列減らして床に荷物置き場を作ったそうです。先頭に向かって車体断面も小さくなり、座席を置くのも差し支えがあるので、この車両の定員が減り、少しでも座席数を増やしたいので、この部分のデッキをなしにしたそうです。次は前の方へ行きます。私の乗っている6号車まで倍速でお送りしています。6号車を通り抜けまして、左のこのスペースは元売店でしょうか。こちらにも元喫煙ルームがあって、7号車です。隣の8号車まで横5列の自由席です。1号車から3号車までの自由席より混んでいる印象です。そして先頭の8号車。一番前は座席が撤去されて、運転台の模型が置かれています。お子様向けの運転台ということで、子供たちが大喜びしそうな無料のアトラクションですね。車内を一回りしたので自分の席に戻ります。小倉駅に停車。ここで6分ほど停車時間があります。駅のホームはちょっとした500系の撮影大会になっています。その間に隣のホームからみずほ600号が先発。こだま948号も続いて発車なので車内に戻ります。小倉駅を発車。発車して間もなく新関門トンネルへ入ります。トンネルに入っている間に元グリーン車のこの座席を見てみます。他の普通車指定席のシートよりどっしりしたシート。肘掛けのこの部分はグリーン車時代はオーディオ操作パネルがあったそうです。座席の背面にはテーブルがなく、網ポケットと小さな小物掛けがあります。グリーン車の時にあったフットレストは撤去されています。でもシートの間隔は広々しています。窓の上のところにコート掛け？窓と窓の間にはこういうカバーがついています。肘掛けに収納されているテーブルです。折りたたみ式で広げると結構広いテーブルになります。窓のカーテンです。座席周りを見ている間に新関門トンネルを抜けました。新下関でも少し停車時間があります。ホームに出てみましょう。ここも3分ほど停車。はるか向こうの引き込み線には新下関行きで到着したこだま872号が折り返しを待っている模様。この駅は追い越されずに発車。この列車の各駅の停車時刻です。ほとんどの駅で3分以上停車します。梅雨明けして3日目。この日は本当いいお天気でした。朝駅に停車。ここも3分停車。到着して間もなく通過列車が通り過ぎました。朝駅から9分で新山口駅に停車。以前は小郡駅と呼ばれていた新山口駅です。このアングルから見る500系もかっこいいですね。通過列車を待ち、発車です。次の徳山駅は短い停車時間。停車中に下り列車が通過しました。快晴のお天気のもと、徳山コンビナートも綺麗に見えます。次は新岩国です。7分停車を利用して下の改札階に降りてみました。2026年秋からの朝ドラブラッサムのヒロインのモデルが宇野千代さんです。その宇野千代さんの故郷の岩国ということでロケも行われているそうで、宇野千代さんのふるさとゆかりの地として PR が始まっているようでした。
広島に停車。ここも短い停車時間です。東広島では下りのこだま号がワンピース新幹線でした。そして上下通過列車が通り過ぎます。すごい迫力です。三原で8分停車。通過のための停車ですが、500系の撮影タイムのために止まってくれているかのような気がしてきました。在来線の尾道駅よりもだいぶ北側にある新尾道駅です。そして次は福山駅。福塩線の線路が近づいてきました。福山城の天守閣も見えますね。500系こだま号の旅も残り30分を切りました。次の新倉敷の次は終点岡山です。枕カバーが布製でないのはもうすっかり当たり前になりましたね。次の停車駅は終点岡山です。新倉敷を発車しました。あと10分で終点の岡山です。3時間ちょっとのこだま948号の旅が終えようとしています。いい日旅立ちのチャイムも流れました。まもなく終点岡山です。500系がのぞみ号として走っていた頃から比べると想像もつかないのんびりとした走りなんでしょうね。山陽新幹線で各駅停車の余生を送っている500系。それも定期列車としては2027年1月まで。この8月下旬に1編成が廃車予定だそうで、その後の残りは確か3編成かと思います。だんだん乗車のチャンスが減ってきて、大別れ乗車の方が増えて混んでくるかもしれませんね。500系に乗っておきたい方は早めに乗っておいた方が良いかもしれません。12時55分、終点岡山駅に到着。3時間ちょっとお世話になりました。定期列車での引退まで半年。もう1回ぐらい乗れるかもしれません。でもちゃんと乗っておきたくて、この機会に乗車できてよかったと思います。車庫に向かう500系をお見送りします。500系をお見送りした後は、駅ホームの倉敷うどんぶっかけ古市でお昼をいただきました。コシがあって食べ応えがしっかりあるおうどんでした。猛暑の中、このお出汁も体に染み入りました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。さて、今回の動画はここまでにさせていただきます。ウエスターポイント全線フリー切符を使った動画はあともう1回続く予定です。お楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。